では本日プログラム34でやっていくのは何かというと、はい、アリストテレス説得の3要素ということでね、アリストテレスが出てきちゃうんですよ、ここで。みたいな。アリストテレスっていつの時代の人みたいに思いますよね。このね、アリストテレス、ほんとね、2000年以上前の方なんですが、そのアリストテレスが、この説得の3要素っていうのを、こちらの弁論術っていう本にね、記しておりました。アリストテレスによって書かれた弁論術ですね。そこの中で、この説得にはこの3要素が必要だっていうのをね、説いてるんですね。もうめちゃくちゃ勉強になります。そしてね、今の心理学の基礎となったりだとか、我々がね、こうやっているところのベースになる部分です。そして知らず知らずのうちで使ってたりだとか、TOA でも実はこう学んでたりもするので、ぜひですね、この理論を知っていきましょう。はい、得られる効果としては、やっぱりコミュニケーション能力がアップしていきます。コミュニケーション能力がアップして説得することや話することがね、相手が納得してね、コミュニケーションを取ることができたり、ね、ご提案するとき、僕なんかね、もうプレゼンをね、かなりね、大手の企業さんにしたりだとか、いろんな方にね、プレゼンする機会が多いんですけど、これめちゃめちゃね、大事なテクニックになります。そして、リピート率もね、アップしていきます。もちろんお客様にお体のね、ご提案したりだとか、次回予約のご提案とか、コースのご提案などする方も多いと思います。こういった、リピート率もアップさせることも大事になってきます。はい。ではですね、これを見ていただいて少し勉強になったなと思う人はチャンネル登録や高評価、コメント、そしてね、友達だとかサロンの仲間なんかにね、シェアしていただけると非常に嬉しいです。はい。古代ギリシャの哲学者アリストテレスですね。紀元前384年から322年ですね。もう紀元前なので、今から2000年以上前ですよね。2000年以上前に、ね、説得の3要素を解いたってね、半端なくないですか。ね、2000年経ってもね、これ今でもね、本当に使えるというか、本当に大事な技術になっております。ね、アリストテレス、皆さん聞いたことあると思うんですけど、アリストテレスっていうのは、万学の祖と言われておりまして、もういろんな哲学だけじゃなくてね、いろんな自然学、もうね、いろんな言葉をね、伝えている方ですね。本当にすごい人です。ね、このアリストテレスね、もう本持ってますもんね。こう当時のね、こう多分ね、学問のね、こうやって学んでたんでしょうね、いろんなことを。すごいね、名言もたくさん残しております。で、この人の名言ね、僕結構好きでね、いろいろ使うんですけど、例えばアリストテレスの残した名言で、我々の性格は我々の行動の結果なり。つまり自分の性格っていうのは自分の行動で作られるよっていうのをね、説いてたんですよね。まあ僕ね、マザー・テレサの名言もね、よくすごい好きでね、使わせていただくんですけど、ね、思考に気をつけなさい、それが言葉になるから、言葉に気をつけなさい、それが行動になるから、行動に気をつけなさい、それが習慣になるから、習慣に気をつけなさい、それが性格になるから、性格に気をつけなさい、それが運命になるからということで、マザー・テレサはね、これをね、うまく分解してたんですけど、アリストテレスはもうね、ストレートにね、行動に気をつけなさいと、もう性格になっちゃうよとね、もうアリストテレスは我々の性格は我々の行動からなるっていうのをね、伝えてくれてますよね。もうこれ面白いですよね。自分のね、なりたい性格に向かって行動することが大事ですよね。そしてアリストテレスはもう一つね、こんな教育に関しての名言も残しております。教育の根は苦いが、その果実は甘いと言ってるんですね。まあ教育っていうのはね、もうすごくこうね、大変な部分だし、すごくこう教えたりだとかやっていくっていうのはね、ものすごく地道だし大変なんだけど、まあ、そうやって根っこをねしっかり張っていくと、どんどん人が育っていって、そしてその時のね果実はね、成長した後のね実はね甘いぞとっていうね、こう名言残してます。もうすごく響きますよね。教育ってめちゃめちゃ大変ですよね。サロンで勤めてる人だとか、店長さんしてる人とか、管理職オーナーさんしてる人ってね、教育ってむちゃくちゃ大変だと思うんですけど、まあもちろん大変なんだけど、それはね実った時にめちゃくちゃ甘い果実を手に入れることができるっていうね、名言ですよね。っていう感じで、アリストテレスはね、めちゃくちゃね、いい名言残してるんですよ。もう一つね、アリストテレスの名言をお伝えすると、愛というものは、愛されるよりもむしろ愛することに損するっていうね、名言残してるんですね。これもね、深いですよね。愛されるの中じゃなくて、愛すことの中に愛があるよと。愛っていうのは誰かから愛されるということの中に存在するというよりも、自分がね愛をね与えることの中に存在するよっていうのを説いたのがこのアリストテレスですよね。もうね、僕のね
師匠みたいな感じですよね。愛が大事なんだと。愛は先に与えるもんだよっていうのもね、このアリストテレスは2000年前から説いてるんですよ。ねえ、半端ないですよね。アリストテレスいいわ。本当にね、好きです。はい。で、そのアリストテレスが人を説得する3要素っていうのをね、作っていきました。で、それがこちらのエトス、パトス、ロゴスですね。全部スで終わるという、こうね、ギリシャっぽいですよね。エロスとかね、ロゴスとかパトスとかエトスとか、なんかねエロス入っちゃいましたけどはい、エトス、パトス、ロゴスということで、この3つの要素から人を説得していきましょうっていうのを解きました。じゃあこれ解説していきますと、エトスっていうのは信頼っていう意味です。パトスは感情、ロゴスは論理ですね。つまり信頼と感情と論理、この3つを組み合わせて人を説得すると人は説得されるということですね。1個ずつ詳しく解説していきます。エトスっていうのはこの信頼っていうことですね。このエトスっていうのはエシックスっていう倫理っていう言葉の語源にもなってまして、もともとエトスっていうのは、エートスとかというのもね呼ばれるんですけど、いつもの場所っていうね意味があって、そういったいつもの場所っていうところからこういうね、人間性とか人柄とか信頼、徳を積むとか美徳とかね、信頼性とか倫理っていうところの意味があります。エトスですね。つまり人間は人を説得するときに人間性や人柄、そして相手との信頼関係が構築しているっていうのがめちゃくちゃ大事ですよっていうのがこのエトスです。この要素がないとダメだっていうのを伝えてるんですね。人間性、人柄、徳、信頼性、倫理、これがなくてはいけない。信頼がないとそもそも説得が通じないっていうのがね、このエトスです。はいね、やっぱりこう信頼性がある人に言われるとこう説得されるとそうですねってなっちゃいますよね。例えばね、お医者さんみたいな権威のある人なんかはね、すごく信頼感があってね、こう信頼関係ができてますよね。倫理とかこう人間性とかもね、もしかしたらね、こうね、白衣を着てこう信頼度が高い人から言われるとこう説得されやすいですよね。お医者さんにこれしなさいあれしなさいって言ったらもうすぐはいって言ってなってしまいますよね。なので、このね、信頼性っていうのもすごく大事な要素になります。はい。そしてパトス、感情ですね。パトス、これはね、パッション、情熱の語源になってますね。燃えるような情熱ですね。これがね、説得するためには必要だってことです。感情とか情熱、熱意とかね、ストーリー、感動、共感っていうキーワードですね。こういったのが説得の中にこう盛り込まれてないと人はね、行動してくれなかったりします。でもね、そのね、説得するときにその熱意を持って説得すれば人はね、動かされたりとかしますよね。感動したり共感したりします。なので説得する中にこのパトス、ね、熱いパトスを入れていくっていうのがね、すごく大事なポイントです。ね、パトスがあると一生懸命こうやってる人とか、それに向かって本当に熱意持ってやってる人ってね、心動かされて説得されますよね。なんかね、すごく情熱的だし、こうね、パワーあるから、よし、じゃあやってみようかなとかっていう気持ちになりますよね。熱いね、燃えるような情熱もね、必須になってくるんですね。そして最後がロゴス。このね、論理っていう部分ですね。これはロジックの語源になってます。論理とか理屈、そして言語、論理展開、理論とか、ロジカルな考え方とかって言いますよね。論理的な考え方というか、ね、そういったね、数学的なこう証拠を出したりとか、ね、そういったね、こう結果とか、そういった、なんていうのかな、こう話をうまく組み立てていって、ロジック的に、ロジカル的に話せる人、こういうね、こう症例とか例とか出したりだとか、そうすると、納得して説得されて、なるほど、すごく分かりやすいなって言って、行動したりしますよね。この、ロゴスっていうのもやっぱり大事なポイントです。説得するときにね、なんかこう説得力って結構こういった部分がね起因してきますよね。ロジカルに話せるとか、証拠持ってくるとか、具体的な数字とか症例とかがあると、なるほど、じゃあそれやってみようかってやっぱなりますよね。はい。つまりこの3つ、エトス、パトス、ロゴス、この3つがあると人は説得されてしまうので、ぜひですね、皆さん誰かを説得しようかなと思った時はこの3つを入れてぜひですね、説得をしてみてください。はい。では、いつもありがとうございます。これね、少しでも勉強になったなと思いましたら、チャンネル登録、高評価、コメント、そしてね、セラピストだとか、少しね、こう人を説得するような人に勉強になるよって言ったらね、ぜひね、シェアしていただければと思います。
はい。で、ここからはね、セラピストオンラインアカデミーのメンバーで、具体的にどうやって現場で使っていくかっていうところだったり、このね、エトス、パトス、ロゴスの優先順位みたいなのもね、実はあって、それをね、しっかり掴むと、現場でかなり活かせるようになるので、ここからはそれを学んでいきましょう。はい。ではですね、セラピストオンラインアカデミーのメンバーやっていきましょう。得られる効果というのは、このコミュニケーション能力アップしたり、説得力や提案力アップして、リピート率アップするので、ぜひですね、このね、優先順位や現場でどう生かすかっていうのをね、学んでみてください。はい。では、ポイントはね、やっぱりね、これ、優先順位があるということです。これだけしっかり覚えておいてください。これね、優先順位があるんですよ。エトス、パトス、ロゴス。もうなんかね、いいですね。エトス、パトス、ロゴスってね、言いたいだけかもしれないですけど、このエトス、パトス、ロゴスってね、優先順位があります。これがですね、